皆さんこんにちは、近藤美沙です。私はこれまで多くのツインレイの記事を書いてきましたが、そのほとんどがチェイサーの気持ちにフォーカスしたものでした。しかし、この数年間でランナーの気持ちや、この世界の仕組みをさらに理解できるようになりましたので、今日はランナーが逃げている理由にフォーカスをして、これまでお伝えしていなかった部分も含めてお話ししていきたいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリウス中継スタート。ランナーが逃げている理由、それは愛に対する恐れが定説です。もちろんそれは絶対的であり、ランナーだけでなくチェイサーの中にもあります。そしてもう一つの理由があります。それは現在の状況です。例えば結婚をしているから、子供がいるから、親の面倒を見ているから、仕事が忙しいからなど。しかしそれは逃げている何かに対する言い訳であったり、自分にそう言い聞かせているだけなのかもしれません。では本当はどんな理由でランナーは逃げているのでしょうか。それはどうしても受け入れられない何かがチェイサーの中に見えたからです。ランナーが逃げている理由をチェイサーは理解することができないかもしれませんが、ランナーは理由なく逃げているわけではなく、確かな理由があるから自らの意志で離れることを決めています。しかしどんなに受け入れられないものがあっても、チェイサーに対する愛を消すことができません。むしろ離れようとする一方で会いたい気持ちが募ります。受け入れることができないと思っているのは思考ですが、ハートの中は会いたくて仕方ないのです。この自分の中にある思考とハートの両極のちぐはぐがランナーを苦しめている最大の要因です。それは自分の意に反しているため、とても苦しいものなのです。受け入れられないものは人それぞれですが、多くの場合、それはランナーの中に存在するものです。自分が今まで見ないように蓋をして避けてきたものをチェイサーの中に見たことで、ランナーは離れようとします。それは最も受け入れられないものと向き合うために、運命が仕組んだ仕業かもしれません。なぜなら、どんなに避けようとしても、真実の愛のつながりである以上、本当の意味で避けることができないからです。ツインレイはお互いの自己統合をサポートしています。受け入れることは許すこと。それはチェイサーのことでなく、本当は自分自身。自分自身を受け入れることに向き合う時間なのです。しかし、これまでランナーのすべてを受け入れてきたチェイサーは、愛があればすべてを受け入れられると思うでしょう。確かにそれは間違っていませんが、チェイサーがそのように言えるのは、サイレントの間や最初の数年間で、その後チェイサーが自らの意志でランナーから離れる時期が訪れるかもしれません。その理由は、今まで許し受け入れてきたものを受け入れることができなくなったから。受け入れることが二人のためにならないと判断したからです。そして理解できる日が訪れます。どんなに愛があっても向き合うことのできないランナーの葛藤と両極のちぐはぐを。もしかしたらチェイサーが今まで受け入れてきたものは本当は受け入れたくないもので、相手を失いたくない恐れが根底にあったから受け入れてきたものなのかもしれません。あなたがもしサイレント期間であるなら、チェイサーが自ら離れていく話を信じられないと思うでしょう。しかしこれは実際によく起こります。
多くの真実のツインレイの物語は、前半にランナーが逃げて、再会した後、後半にチェイサーがランナーから離れます。それはランナーを受け入れ続けてきた結果、このままではいけないことに気づいたチェイサーが、ランナーを手放す決意をすることで起こります。統合とは、全てを手放したはずのチェイサーのもとに、ランナーが再び現れるとき、それはお互いを愛で許し受け入れられる地点に到達したときです。ツインレイはお互いが同じ気持ちを味わうようになっています。一見不公平に見えることも本当は公平なのです。愛とは許し受け入れること。それがツインレイの愛の学びの最大の関門かもしれません。以上です。このお話はある程度ツインレイのステップを進まれた方なら理解できる内容だと思います。前半は愛で受け入れることにチャレンジをしていたのに、後半は愛で手放すことにチャレンジしなければならない。どこまでも真実の愛を試される世界ですが、忘れないでほしいのは、どんな時も二人で超えているということ。それではシリウス中継を終わります。